気まぐれに泣き出す空はまるで明け方の君みたいだな。やがて生ぬるい風、少し甘くて切ない香り、コバルトブルーが捉えてる星の砂の中で漂ってるその姿形、いつか見たマーメイド。国際通り飛ばしてめくる恋の香り、特別な夜だから波の音に流れて Summertime Friday night 君の熱で Oh baby 溶けてしまうよ。Summertime も帰れない今夜だけ夏のせいにして。僕はスマートフォンに特化した写真の撮り方、動画の撮り方っていうチュートリアル動画をSNS で発信してますね。で特にインスタグラム、TikTok はもうフォロワー330万とインスタも50万人以上の方に見ていただいているので、スマートフォンだからこそ手軽に軽く機動力のある撮影とか、こんな綺麗な映像が実は大人5人で頑張って桜吹雪投げてましたとか、そういったそのシュールさとか驚きギャップとか、そこに面白さとか見てもらいやすさみたいなのは感じてますね。最初まずこの楽曲聴いた時に風とか海辺っていうのは頭の中でイメージができたので、じゃあそれをどうやってこの Xperia 5 Mark IV で表現するかで、かつ自分らしさをどこに落とし込んでいくかっていうのは最初に考えましたね。よーいスタート。オブジェクトトラッキングには助けられたなっていうのありますね。長い棒にスマートフォンをつけている段階だともうやっぱモニターは見れない、どういう絵が撮れてるか分かんないんですけど、その段階でやっぱ意識すべきことは構図とピントなんですけど、そのピントの部分はもうオブジェクトトラッキングに任せっきりみたいなところですね。そこはもう任せておいて、あとはもう僕はアングル、画角、構図に意識すればもう撮れたい絵が撮れてたので、多分普段であれば10回20回何回もやっぱ撮り直す機会は多いんですけども、オブジェクトトラッキングがあったからワンテイク目からもう良かったですね。本当思い通り、いわゆる思い通りの絵が撮れたっていうのはありますね。はい、オッケー。一直線に歩くというよりかは、踊りながら動きながらくるくる回りながらっていうところを僕が追いかけながら撮影するシーンがあるんですけども、一目オートフォーカスでピントが合っている状態、ただくるくる回ると、目が映らなくなる瞬間ですねには逆に言うともうその被写体さんにオブジェクトトラッキングでピントが合っている、あとはもう撮影にだけ集中すればいいっていう状態が作れるので最高だなと思いましたね。普通スマートフォンを投げて撮らないんですけども、いわゆるドローンみたいな映像、上から自分を撮りたい、上から見た景色を撮りたいって時に、いわゆるスマートフォンを投げてキャッチすれば下を向いたアングルで映像が撮れるのじゃないかっていうところで撮ってるんですけども、今回で言うと、作品が 4K スローモーションでなく 4K で120フレームっていうのは他のスマートフォンなかなかないので、僕は結構一番の魅力じゃないかなと思いますね。曲の歌詞とか、イメージした中に海っていうのがあったので、海で、ちょっとエモい表現といいますか、鏡を使って何かできないかなっていうのは最初に考えましたね。でかつ撮りたい景色としても青空というよりかは夕景、やっぱりいわゆる夕日って本当に1日の中で15分しか見れなかったりとか、見れても1秒ずつ色味とか、明るさとか変わっていくので、いわゆる夕焼けはちゃんと夕焼けで美しく残したい、ただ女性の例えば髪質だったりとか肌の色っていうのもちゃんと明るく残したいっていうのもあったので、そこの例えばダイナミックレンジがあればより自分が撮りたいものを幅広く撮れたりとか、その限られた時間内でいかにどれだけ多くの素材を撮るかっていうところでいくと、やっぱりその撮影中にどうやって明るさを上げたり下げたりするかってその機能面でも今回は非常に使いやすかったですね。今回のエクスペリであれば、超広角、広角、標準どれで撮っても自分の撮りたい色味とか自分の撮りたい表現ができたので、
あそこの有形の桟橋多分全部のレンズ使って撮ってるので、そこの表現も楽しみにしていただきたいなと思いますね。今の本当若い世代の方々は僕らよりも当たり前に写真を撮って動画を撮って SNS で発信してると思うんですけども、その時に必要なのがいろいろ憧れの人がいればその憧れの人の動画を見る、でかつそれを自分なりに真似てみる、で真似たもの撮れたものはやっぱりその誰かに見てもらうっていうことがこのサイクルを生むと思っているので、ハッシュタグワオエクスペリアを検索してみていただければ、僕含めもう世界のトップクリエイターの動画ですね上がっているので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。